所だから教会に行ってみたい、イエス様について知りたくありませんかっていう質問にはノーでもっていう質問にはイエス。こんにちは、さきです。今日はどのように日本人に福音を伝えるといいのかについて、私の思っていることをシェアしたいと思います。あくまで私もこのことについて日々向かい合ってる一人なんですね。で、だから決して完璧ではないし、神様に知恵を求めているトピックです。けれど私のことを、クリスチャンの日本人と知っている人から、日本人の恋人や友達にどうやってイエス様のことを伝えたらいいのかわからない、という相談を受けるんですね。あとは私の日本語の生徒さんたちもいつか日本で宣教をしたいという目標を持って日本語学習を頑張っている人たちがたくさんいます。なので今日は個人的にこれがいいのではないかなという方法を皆さんと分かち合えたらと思っています。日本で福音を伝える上で大切だと思うことの一つは、いい友になるということです。またはいいパートナー、恋人だったらいいパートナーになるということです。前回の動画でもお伝えした通り、日本にはクリスチャンがほとんどいないし、強い信仰を持って生活している人っていうのも、周りにいないんですよね。自分の周りにね、かなり少ないと思います。で、宗教に関してはカルトによる悪いニュースが多いので、宗教に対して警戒心を抱いている人も多いです。だからいきなり知らない人にイエス様の話をされても、表面上は優しく、聞いてくれても、内心では警戒されて、終わってしまうっていうことも多いと思います。私も救われる前はイエス・キリストについて知りたくありませんかって声をかけられても、英語で聖書の話を聞いても何も興味が湧きませんでした。だけど私がなんでこの人たちはこんなにも喜びにあふれているんだろうって思った夫婦がクリスチャンで、その人たちがイエス様について話をしてくれた時に、クリスチャンに対するその彼らが信仰するものに対して興味が大きく湧いたんですね。だからこそ福音を伝える上で第一に大切なのは、自分が誰かにとってイエス様のことを知りたいと思わせる存在になることだと思います。そんなあなたが信じる神様だから知りたい、そんなあなたが行っている場所だから教会に行ってみたい、特に自分の日本人の友達や恋人にイエス様について興味関心を持ってもらいたいと思っている人は、これが一番大事なんじゃないかなって、私は思います。私たちは世の塩であり光ですよね。ね、そう皆さん今そのようにそれぞれの自分の場所で生きていると思うんですけど、日本での宣教においても同じだと思います。言葉のね壁が
あったとしても、自分が出会う人々にとっていい友になろうって思って接する姿勢とか、愛する気持ちっていうのはやっぱ言葉を超えて伝わると思いますし、神様もそのような人を通して大きく働いてくださるんじゃないかなと思います。日本で福音を伝える上で大切なことの2つ目は、祈らせてもらうということです。日本では元気になるように祈ってるよとか、成功を祈ってるよとか、そういった表現をよく使うんですが、クリスチャンではない場合、それは pray というよりかは hope に近い意味です。つまり神様に祈るというよりは、その人のために心から願ってるよっていう意味ですね。私もかつてクリスチャンじゃなかった時、クリスチャンの友人に祈らせてもらっていいって言われて、手を握られて肩にこう手を置いてくれて、その場で祈ってもらった経験があるんですね。でそんな風に祈ってもらったのは初めてで、その瞬間を鮮明に覚えています。もう何年も前のことなんですけど、そうでその時に怖いとかこんなことされるの嫌だっていう風には全く思いませんでした。思い出せば大学生の頃、友達を駅のホームで待っていた時に2人の女の子が私のところに来て、どこか痛いところはないですかって言われて、その時背中がね痛かったんで、背中が痛いですって言ったら、じゃあ祈ってもいいですかって言われたのであ、じゃあお願いしますって言って祈ってくれたんですよ、駅で。でもう短いものだったんですけど、でどうですかって言われて、じゃあ驚いたことに背中の痛みがなくなってるんですよ。で、なくなってますとかって言ってじゃあその2人はよかったって言ってもう立ち去っていったんですけど、あれは何だったんだろうって今も思うんですけどね。クリスチャンかどうかわかんないですが、自分が祈ってもらったことですごい、もう大学生の時なんでかなり前ですけど覚えてるんですよね。だからそれを思った時に神様が共にいてくださる私たちが出会った日本人のために祈ることができたら、それは素晴らしい種まきになると思うんですね。日本で福音を伝える上で大切だと思うこと、3つ目は神様から与えられている賜物を生かすということです。皆さんの国では当たり前のことでも、日本に行ったら特別な価値を持つことがあります。例えば私は日本人なんで日本語を流暢に話しますよね、ネイティブなので。でもアメリカに来てアメリカで日本語を学んでいる人たちにとっては私が日本語を話せるということは価値があることになるんですよ。なのであなたがあなたの国で作っている料理とかクラフトとか普通に話している言語もう日本に行くとそれに興味がある人や学びたい人たちにとっては価値のあるものになるわけですよね。私のお友達の日本人のクリスチャンの人もカフェで福音を聞いたんですよね。
でどうやって聞いたのって言ったら、そのカフェでクリスチャンの人が英語を話す練習の相手になりますよっていう感じで、ボランティアをしていて、その話す練習をする中で福音を聞いたり証を聞いたりしてイエス様のことも知ったと、興味を持ったっていう話だったんですね。私もアメリカに住んでいると、日本から短期でアメリカに滞在、する人たちとよく出会うんですね。でその人たちの悩みで多いのが、アメリカ生活の中で培った英語をどうやって日本に帰ってからキープしようかっていうことなんですよ。でよくそういった人たちの選択肢としてあるのが、英語教室に通うとか、子どもの場合であればインターナショナルスクールに入れるとか、大体その選択を聞くんですね。でも私はいつも教会をおすすめしています。田舎だと残念ながら例えば英語と日本語のバイリンガルで礼拝をしている教会っていうのはなかなか見つからないかもしれないんですけど、都市部だと結構あるんですよ、調べると。そうバイリンガルチャーチみたいなのが。でそういったチャーチの人たちがその礼拝とは別に ESL のクラスを持っていたりとか、英語とね、そういうクラスがなくても英語と日本語の両方で、クリスチャンが交わっていたりするので、そこに行ってみたらどうかなっていう提案をしています。日本において英語学習というのは本当に大きなニーズがあるし、英語を話す機会を探している人ってすごく多いんですね。なのでもし何かね日本で、神様のためにしたいと思っていて、英語がね喋れるのであればぜひあなたのその賜物を生かしてはどうかなと思います。英語を話せるっていう賜物を生かす中でイエス様について話したり、自分の証などもできますよね。私が福音を聞くきっかけとなった日本食の持ち寄りパーティーみたいな感じで国際交流パーティーなどをするのもいいと思います。そこで日本人が福音を聞く機会、クリスチャンと実際に交わる機会を持てるわけですよね。イエス様について知りたくありませんかっていう質問にはノーでも、英語を話す練習をしたくありませんかとか、いろんな国の人たちが集まってピザパーティーするんだけど一緒に参加しないっていう質問にはイエスという人は多いと思います。もう私がまさにそうだったようにね、なのでもしあなたがクリスチャンで日本人に福音をどう伝えようってもし考えているのであれば、今日のお話を参考にしていただけたら嬉しいです。はい、では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。